こんにちは。今日の動画では今 Amazon で新生活セールを開催中ということで、私が最近 Amazon で買ったものを紹介します。ちなみに Amazon の新生活セールは3月9日月曜日の23時59分までだそうです。じゃあまず購入品の1つ目はじゃじゃん、カラコンです。私カラコン歴がそこそこ長いんですけど、中学校の時はクリアレンズのコンタクトレンズを親に買ってもらってて使ってたんだけど、高校生になってカラコン使いたいって思って、そこからずっとカラコン生活です。なぜか親にはカラコン使ってることを隠したくて、だけどドアリのカラコンってその時はお店とかでも手に入らなかったから、私はねその時わざわざお友達の家に自分が注文したカラコンを送って、で学校に行く時に友達からもらうっていうやり方をしてました。その時は1年タイプを使って、でそこから1年タイプがあまり目に良くないっていうことに気づいて、1ヶ月タイプから今では2ウィークのものを使ってます。私には一番このタイプが合うかな。そんなに頻繁に出かけないけど、この日1日だけちょっとお出かけするかもっていう日はまた別にワンデーのカラコンがあって、それを使ってます。2ウィークのタイプのカラコンは毎日ちゃんとケアしないといけないから、レンズケースとケア用品はまた別で洗面台のところに置いてます。今回買ったのは私がもう何度もリピしているカラコンで、濃いめのブラウンとライトブラウンの2種類を購入しました。カラコンつけてるっていう目にはならず、割と自然な感じの目になるかなって思ってます。今のところ何もトラブルなくずっと使い続けられてます。じゃあ次、2つ目、ハンカチです。このイラスト何のハンカチか分かりますか？私がよく行ってた喫茶店があって、渋谷にある茶亭ハトっていう喫茶店で一時期本当によく行ってましたね。最近はあんまり行けてないんだけど、そこのイラストが描かれたハンカチがあるっていうのを Amazon で見つけて、これはすぐポチッとしました。なんか嬉しくないですか？好きなお店のグッズって。ハンカチ広げるとこんな感じ。ちょっと漫画っぽい感じになってますよね。で、白黒でお店の雰囲気がわかるイラスト。このね、店員さんとかも、あの人かなって思い出せる表情をしてる。店内に時計もあるから、それもよく描かれてて、テーブルの上に飾られてる枝物とかね。これは本当に買ってよかった。私の小さな目標があって、今度茶亭ハトに行く時にはこのハンカチを持って出かけようと思ってます。茶亭ハト以外の喫茶店とかコラボグッズのハンカチもあったので、ぜひお気に入りのお店があったらグッズを探してみてください。意外と Amazon とかネットショッピングで買えたりします。3つ目に買ったものはトップコートです。これ前にも紹介したかな。OPI のトップコートで、私もともとベースコートは持っていて、 OPI のトップコートが速乾タイプだから他のネイルに比べて早く乾くので、そこもお気に入りポイントです。去年の終わり頃ぐらいからオホーラのジェルネイルにはまりましたって言ってたんだけど、やっぱり一番いいのは何もつけない爪が一番楽で好きです。なので本当にこの日はお出かけするとか、ちょっと爪おしゃれにしたいなっていう時だけオホーラのジェルネイルをつけて、普段はポリッシュだけで仕上げてます。でも今回買ったこのトップコート、ちょっと失敗したなって思うのがあって、もっと乾くのが早いタイプがあったんですよ。30秒で速乾タイプっていうものがあって、これもまあまあ早いんだけど、その30秒速乾タイプっていうのはもっと乾くのが早いみたいです。だからね、これもし使い終わったら次はもっと早めに速乾できるタイプを買う予定です。3つ目がじゃじゃん、ニトリルグローブです。トイレ掃除とかシンク周りの掃除をするときに素手で掃除するのがどうしても嫌で、手が乾燥しちゃったりもするし、だからお掃除するときはニトリルグローブは必須です。前にも話したけど、私の妹がトイレ掃除をするときに素手でトイレ掃除するっていう話をしたんだけど、私もねそれから見習って、前は弟が持ってきてた黒いゴム手袋を使ってたんですけど、それがもうなくなっちゃったので、今回 Amazon で
150枚入りのタイプを購入してます。色が黒じゃないからなんとなく可愛い。サイズは M サイズでこんな感じです。私だけが使うんだったら絶対 S サイズを選んでたんだけど、弟が使う時もあるしおいちゃんが使う時もあるから S サイズと L サイズの間を取って M サイズにしました。使い捨てなのも最高で、汚れたらそのままポイって捨てられるから清潔感もありますよね。すごい掃除しやすくなったので買ってよかったです。5つ目、家計簿のノートです。私沖縄でアルバイトをし始めてから手書きの家計簿を書くようになったんだけど、そこから一人暮らしを始めてからもずっと続けてたんですよ。でもその期間中でも家計簿を書いてない時があって、その理由が手書きじゃなくてアプリで管理しようと思ったんですよ。スマホのアプリでね、家計簿のアプリがあって、それを続けてて数ヶ月は続いてたんだけど、やっぱり手書きが一番いいなって思って、そこからまた半年ぐらい経って手書きの家計簿に戻りました。手書きが一番自分には合ってるみたいです。私が今回 Amazon で買ったものが2冊セットのものだったんですよ。だから同じノートが2冊あります。横線だけのページで、このタイプのノートを使い始めてた時は真ん中に1本線を書いて、で買ったものをダーって書いてたんだけど、そうするとそれをね毎日お金を使った日に書くとノートがあっという間に終わっちゃうから、線を2本に増やして3分割して書くようにしてます。そうするとだいたい1年くらいはこの1冊のノートで足りるようになりました。私の家計簿の歴史をお見せすると、まず最初に始まったのがこのノートかな。今でも東急ハンズとかロフトでは売ってるのかな。こんな感じで、最初はこのタイプのノートを買って家計簿を全部書いてました。これが4冊ですね。でここから同じサイズだけど違うデザインのノートがないかなって思って見つけたのがこのミュージアムグッズのノートです。これはね今でもめっちゃお気に入りで懐かしい。私家計簿はね捨てられないノートの一つですね。その時代にもらってたお給料とかも書かれてるから、その頃に書かれていたお給料も書かれてその頃にもらっていたお給料も書かれてるから、あ、この時はこのお給料でこれだけ頑張ってやりくりしてたんだなっていうのを思い出して、今また頑張ろうって思えてます。この表紙とか一番直近だとゴッホのひまわりの表紙のノートを使っていました。今年の2月からこちらのノートに変わってます。こんな感じ。もしこの2冊使った後に次のノートどうしようって考えてるところです。 Amazon とかでこのバリエーションのノートを探したんだけど、もうこれ以上なくて、もっと探したらあるのかな。ちょっとねノートも定期的に探しています。じゃあ次は私たちが毎日飲んでいるコーヒー豆です。コーヒー豆はいつも2キロぐらいネットで買うんですけど、だいたい家にあと1袋しかないっていう状態でもう注文しちゃうんですよ。だから今日このコーヒーを初めて飲んでみようと思います。あ、美味しい。飲みやすいです。でも私正直コーヒーの味の違いっていうのがそんなに細かくわからなくて、酸味があるコーヒーがあまり得意ではないんですよ。私の中でコーヒーに求める味っていうのが苦味とかコクとかだけだから、酸味がないコーヒーは結構全般的に好きです。私のコーヒーを選ぶ基準はシンプルに酸っぱくないかどうかってだけです。最後に紹介するのが雲のインソールです。金沢旅行の動画でも紹介したんだけど、スノーブーツと一緒に購入していたインソールで思いのほか良かったので、これはまた紹介したいなって思って今回最後のアイテムに選びました。まず口コミがめっちゃ良くて、インソールは今までいくつか試してたんだけど
どれも結局足痛くなっちゃうじゃんって思ってたんだけど、これは本当にふかふかで、裏を見たらわかると思うけど、ふかふかもちもち素材なんですよ。だからナイキのエアーが入った靴あるじゃないですか。私あの履き心地結構好きなんだけど、それにちょっと近いような感じです。だからどんな靴にもこれを入れるだけでエアーが入ってる歩き心地になるんですよ。今日はたくさん歩きそうだなっていう日の靴に忍ばせています。金沢旅行に行く前に買ったスノーブーツなんだけど、キッズの23センチを買ってたんだけど、正直旅行中めっちゃ足痛くなっちゃって、私のサイズがねちょっと選んだのが小さかったんだと思うんだけど、スノーブーツもうワンサイズ大きいのを選べばよかったなって後悔しました。その旅行中でも足の爪はめっちゃ痛かったけど、足裏はこのスノーブーツのおかげで全然痛くならなかったから、必ず旅行には一緒に連れて行こうと思うアイテムです。この前の動画でちらっと話したけど、4月に台湾と北海道に旅行に行くので、その時も結構歩く予定だから、これは持っていきます。ちなみに台湾は台北に行く予定で、北海道は函館の方に行く予定です。で、私が動画で北海道に行きますって言ったら、北海道の方からこのお店おすすめですってリストを送ってくださって、本当にありがとうございます。全部 Google マップで保存しておきました。以上が今回の Amazon 購入品7点でした。今日紹介したものは概要欄のリンクに貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。参考になれば嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。